はい、どうもこんにちは。今回はクレメンゼン還元について紹介していきます。この反応は反応機構を聞かれることはないんですけども、どんな反応性があるのか、どんな反応をするのかっていうのは大学院入試にもよく出題されています。この反応は酸性条件下でケトンやアルデヒドを還元する反応として有名なんですけど、これカッコで強薬系って書いているのは、一応強薬系の方が反応は進みやすいんですけど、なんか普通に非強薬系でも反応するみたいなので、あんまり強薬系かどうかはそこまで問題にならないのかなっていう感じでカッコにしています。このクレメンゼン還元では、亜鉛アマルガム、つまり亜鉛と水銀の合金を使うんですけども、亜鉛と塩化水銀を混ぜて塩酸を加えると合金になって、それを還元剤として用いるということです。ここの ZN カッコ HG っていう表記は、これ合金なので、例えば ZNHG とか ZNHG2 みたいな明確な組成があるわけじゃないよっていうことを表しています。で、これ後から紹介する反応機構の方にも書いてないんですけども、実際に反応に関わるのは亜鉛だけであるというふうに考えられていて、水銀は亜鉛を活性化させるために合金にしているみたいですね。で、試験対策として僕の動画を見てくれている方にとっては重要な話なんですけども、このクレメンゼン還元の反応機構って詳細な反応機構が明らかになっているわけではないんですよ。なので、今回紹介する反応機構はあくまで一つの可能性として考えられている機構だっていうことを押さえておいてください。なので、このクレメンゼン還元の反応機構がテストに問われるっていうことはしばらくの間は絶対ないと思います。ただし、一問一答的な感じではよく出題される反応ですので、何が反応して何が反応しないのかっていうことは覚えて帰ってください。では反応機構を見ていきましょう。といっても、ここに注釈出している通り、あくまで推定されている機構の一つだよということは押さえておいてください。一般式はこのようにカルボニルの酸素がついている部分が還元されて CH2、つまりメチルになるよという反応です。まず、亜鉛には価電子が2つあるんですけども、そのうちの1個の電子とこのカルボニルがラジカル的に解列した1電子っていうのが結合して、こういうふうに酸素亜鉛の結合ができます。そしたらこのカルボニル炭素だった部分っていうのがラジカルが残って、こういうふうになってますね。で、これが別の亜鉛の価電子と結合して、こういう風になります。そしたらこの2つついてる亜鉛原子って、残ってる価電子がそれぞれ1個ずつありますよね。で、これっていうのはこういう風になって、ここの酸素炭素結合が解列することで、ここに二重結合、ここに二重結合っていうのを作ります。そしたらここの上の部分っていうのは ZNO として脱離します。この ZNO は経内の塩酸によって塩化亜鉛と水に分解します。で、ここの部分には炭素と亜鉛の二重結合ができて、最初のカルボニルの酸素っていうのが亜鉛に置き換わったような構造ができました。あとはこの二重結合の部分がプロトン孵化するんですけども、最初のこのカルボニルの場合っていうのは酸素と炭素ではより電気陰性度の高いのは酸素ですよね。なので、この場合は酸素の方にプロトン孵化することになります。でも炭素と亜鉛の場合っていうのは炭素の方が電気陰性度が高いので、この場合は炭素の方がプロトン孵化することになります。で、経内のクロロっていうのがこの亜鉛のプラスに結合して、このように ZNCl になりました。そしたらもう一回ここの部分っていうのがプロトン孵化することで、ここの炭素亜鉛結合っていうのが切れて ZNCl プラスとして脱離します。この脱離した ZNCl プラスは経内のクロロと結合して、こちらも塩化亜鉛になります。で、この部分には水素がついたので、このようにきれいに書き直すと、カルボニルの酸素だった部分がメチレンになって、この反応は終了です。最初のスライドでこの反応は強薬系のカルボニルの方が反応が進むっていうふうに言ったんですけども、おそらくこの機構が正しいとすれば、強薬カルボニルの場合は、ここでできたラジカルがベンジルラジカルやアリルラジカルになりますよね。このベンジルやアリルのラジカルっていうのは割と安定なので、最初のこのラジカル解列のステップっていうのがスムーズに進行すると考えられます。でも実際この亜鉛ですよね。こいつっていうのは水銀によって活性化された亜鉛ということでかなり反応性が高いので、普通の非強薬系のカルボニルであっても還元することができるんだと思います。では実際にこちらの反応なんですけども、もうあんまり明確に解明されてない反応機構を何回も紹介してもしょうがないので、結果だけ紹介しますね。このフェニルケトンになっている部分が強薬系ということですね。このクレメンゼン還元ではケトンやアルデヒドしか還元することができないので、このようにカルボン酸の部分っていうのは還元されずにそのまま残ります。また同様にエステルの部分っていうのも還元することができないので、このエステルっていうのもこういうふうに残っています。で、これ大事なのが、このメトキシドになっている部分ですよね。こういう部分、このエーテルの部分っていうのも還元されずに残っているということです。最後にこんな構造についても見てみると、アルデヒドの部分が還元されていますよね。で、これはもともと水素が1個ついていて、そこの部分がメチレンになるので、こういうふうにメチル基になるということですね。なので、この ME って書いてある部分と同じになります。で、こっち側っていうのはベンゼン環から直接エステルになっているので、これは暗色抗酸エステルなんですよね。そしてここですね。こんな風に強薬系であっても、やっぱりエステルっていうのは還元されません。そしてここフェノールの部分ですね。この OH になっている構造っていうのも還元されることはありません。
こんな感じでいろんなところに載っていた例のほとんどがベンゾイル、つまりベンゼン環に直接ついているカルボニルの還元反応ばっかりなんですけども、多分試験とかでは脂肪属のシクロヘキサノンみたいなやつの還元っていうのも普通に出てくると思います。最後にちょっと今回のクレメンゼン還元と同じようにカルボニルを還元する反応をあと2つ紹介するので、ぜひ3つまとめて覚えてください。まずはウォルフキシュナ還元ですね。こちらもクレメンゼン還元と同じく試験に品質なんですけども、ただ今回のクレメンゼン還元と違うところは、こいつは反応機構が出題されるという点ですね。ウォルフキシュナ還元についてはちょっと前に動画にしてたんですけど、一部修正したいところがあるので、そのうちリメイク版を出そうと思っています。一応新しく投稿し直すまでは古い方を動画の概要欄の方に貼っているので、ぜひこっちも見てください。もう一個はチオアセタール保護とラネーニッケルによる脱硫です。これはチオアセタール保護っていうステップとラネーニッケルっていう触媒を使っての脱硫、つまり硫黄を取り除くっていうことをしてやることで、ここの部分っていうのがメチレになるよっていうことですね。こちらはね、前半の部分は反応機構をかけるんですけども、後半のラネーニッケルの部分っていうのは反応機構をやっぱりかけないので、これも反応機構が試験に出ることはないと思います。実はカルボニルの還元っていうのは、これ以外にもヒドリドを使った還元とかいろいろあるんですけども、特にこの3つに関してはまとめて覚えることをお勧めします。どうしてかっていうと、この3つは適用できる条件がそれぞれ異なるんですよね。今回のクレメンゼン還元は塩酸なので酸性条件ですよね。それに対してウォルフキシナ還元っていうのは塩化カリウムを使っていますから、これは塩基性条件ですね。で、このチオアセタール保護と脱保護の場合は中性条件で反応が進行するので、このカルボニル以外の置換基、この R1 だったり R2 だったりっていう部分が酸に強いのか弱いのかっていうので使い分けていきます。とりあえずこの3つは最低でも覚えて帰ってもらえると、ケトンの還元は任せとけってなるので、まずは一般式と使う試薬の名前だけでも覚えて帰ってくださいね。最後に告知です。この新有機化学チャンネルの中で紹介した反応を検索することができるアプリっていうのをこの度リリースすることになりました。非常に便利なアプリになっていますので、興味がある方はこちらの QR コード、もしくは概要欄の URL から飛んでぜひダウンロードしてみてください。App Store の方でも直接新反応機構と調べてもらえれば出てきます。まだ iPhone 版しかないんですけども、Android 版は絶賛開発中なので、Android の方はしばしお待ちください。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。ご指摘リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。アプリを使っていただいた方は App Store の評価とレビューを書いていただけると励みになります。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それでは、バイバイ。